皆さんこんにちは。パル先生です。そして皆さん今日はいつもと何が違うでしょうか？気がついた方いらっしゃいますか？実は最近机の位置を窓側に移動させました。今実は特にライトを使っていないんですけど、それでも結構明るいですよね。今まではライトを使わないとかなり暗かったんですよ。ポッドキャストももう撮れるような明るさじゃなかったんですけど、今回移動させて目の前に窓があるから、ライト使わなくてもいいのは先生にとってはもう、最高です。はい、目があんまり疲れないし、はい、良かったなって思います。なのでこれからは基本的にこんな感じで同じ明るさ、この場所で撮っていくことが増えるんじゃないかなと思います。はい。そして皆さん1週間どうでしたか？皆さん1週間楽しむことできましたか？お仕事があった方はお疲れ様でした。はい。今はですね、土曜日、週末にこのポッドキャストを撮っています。今日は久しぶりに原稿を読みながらのポッドキャストになるので、ちょっと横を見ながら話す形になると思いますが、皆さんあんまり気にしないでください。ここに先生のパソコンが置いてあって、一通り今日話す内容がメモとしてここに書いてあるので、ちょっと見ながら、できるだけカメラも見てっていう感じでお話ししていきます。はい。ということでですね、今日はタイトルにもあった通り、外国語を勉強するときに方言や訛りも勉強した方がいいのかというテーマについてお話ししていきます。はい。で、日本語を勉強している人の中には、まずは標準語だけ勉強すればいいですか？とか、関西弁は後の方がいいですか？って思ったことがある人もいるかもしれません。が、先生の答えは、もちろん最初は標準語が大切です。でも、方言や訛りを知ることにもとっても大きな意味があると思っています。じゃあ、まずそもそも標準語っていうのは何かというと、標準語っていうのは簡単に言うと、日本全国で通じる日本語のことです。学校の教科書とかニュースとか NHK のアナウンサーが話す日本語っていうのは標準語に近いです。なので日本語を勉強し始めた人はやっぱりまずは標準語を勉強するのがおすすめです。基本的な文法とか単語を学ぶには一番わかりやすいからですね。じゃあ皆さん方言っていうのは何でしょうか？はい。方言っていうのは地域ごとに違う話し方のことです。例えば、北海道弁、関西弁、博多弁、名古屋弁、沖縄の方言とか、こういうふうに日本にはたくさんの方言があります。で、また、訛りという言葉もあります。で、訛りというのは言葉そのものよりも発音とかアクセントとかイントネーションの違いを表すことが多いです。例えば同じ標準語を話していても北海道の人と大阪の人では話し方とかリズムが少し違うことがあります。じゃあ外国語を勉強する人は方言まで勉強する必要はありますかね？先生は話せるようになる必要はないけど、聞けるようになった方がいいと思います。で、理由はね、いくつかあるので、今からお話ししようと思います。じゃあ、一つ目の理由は、実際の日本人は標準語だけを話しているわけではないから。教科書の日本語は本当にとっても綺麗な標準語になってます。でも日本で生活したり、日本人の友達ができたりすると、いろいろな地域の人と話すことになりますよね。その時に、
今なんて言ったのってなることもあります。例えば関西弁、みんなが一番よく知っている日本の方言だと思います。標準語だったら本当にって言うんだけど、関西ではほんまって言ったりもしますね。それからダメだよっていう時はあかんになったりもします。もし標準語しか知らなかったら、最初は意味がわからないかもしれません。で、他にも博多だったら何々タイとか何々バイといった言い方もあります。北海道だったらゴミを捨てるではなくてゴミを投げるという人もいます。で、この投げるっていうのは本当に投げるではなくて捨てるという意味で使われています。名古屋でもゴミを捨てるは別の言い方でゴミをほかると言ったりもします。初めて聞いた人は結構びっくりするかもしれないですよね。こういう方言がね、たくさんあります。では、二つ目の理由。二つ目の理由は、日本のエンターテイメントをもっと楽しめるようになるから。アニメやドラマ、それから映画、YouTube とか、方言を話すキャラクターが結構たくさん出てきます。例えば、関西弁のキャラクターは明るくて面白いイメージで描かれることがあります。で、これはもちろん作品の演出なので、関西の人がみんな明るくて面白いっていうわけではありません。でも、みんなが方言を知っていると、キャラクターの個性とか雰囲気も理解しやすくなります。では、三つ目の理由。三つ目は、聞き取る力が大きく伸びるから。外国語を勉強していると、教科書の音声は聞き取れるんだけど、実際の会話になると難しく感じることが結構あると思います。で、その理由の一つが話すスピードとか訛りだと先生は思っています。いろいろな地域の話し方を少しずつでもいいので聞いていくとどんどん耳が慣れてきます。そうすると標準語も聞き取りやすくなることがあります。じゃあ、最初から方言を勉強した方がいいですかね？先生は、最初は標準語だけで十分だと思います。文法とか基本的な単語がまだわからない状態で方言まで勉強してしまうと混乱してしまうかもしれません。なので、まずは日常会話がある程度できるようになってから少しずつ方言に触れていくといいと思います。先生のおすすめですね。で、触れるっていうのは話せるようになるという意味ではありません。例えば YouTube で関西出身の人の動画を見たりとか、旅行先で現地の人の話を聞いたり、ドラマを見るとか、こういった程度で十分です。こんな言い方があるんだってね、知るだけでも結構大きな勉強になります。それからもう一つ大切なことがあります。それは方言を無理に話そうとしなくてもいいということです。例えば、関西に住んでいない人が急に関西弁を使ったりすると、ちょっと不自然に聞こえることもあります。先生も前にこのポッドキャストというかこのチャンネルで上げた動画、エセ何々、皆さん覚えてますか？エセ関西人のようにね、聞こえてしまうかもしれません。もちろんね、練習するということは悪いことではありません。でも、やっぱりまずは理解できること、聞き取れることを目標にするといいと思います。で、これって日本語だけではなくて、例えば英語でもアメリカ英語、イギリス英語、オーストラリア英語があったり、スペイン語でも
スペインのスペイン語、メキシコのスペイン語、アルゼンチンのスペイン語で話し方が違ったり、中国語でもかなり地域差があったりします。なので、どんな言葉でも実際には一つの話し方だけではありません。なので、いろいろなアクセントとか話し方になれるっていうことは、外国語を勉強する上でとっても大切です。はい。ということでですね、外国語は教科書だけではなくて、実際に話す人から学ぶこともすっごく大切です。なので、みんなもいろいろな地域の日本語に触れてみてください。それから先生が時々投稿している教科書にない日本語シリーズも見てくれると、より日本人らしい日本語を使えるようになるので、ぜひ見てみてください。ではよかったら今日のコメント欄にですね、みんなの国の方言についてとか、日本の方言で一番聞いてみたい方言とか、それから日本語を勉強していて、全然聞き取れないんだけどっていう経験あったりしましたか？またね、みんなぜひ教えてください。では皆さん今日も先生のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。